こは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届けします。今お盆真っ盛り。そうですよ、はい、日本にいることが珍しいということで。そうなんですよいつもね、毎年大体日本にいないんですけど、今年はちょっと日本でこうゆっくりしようかなと。いつかちゃんどうですか、毎年お盆は。私もフェスとかも全部流れちゃって、今はもう家でゲームアニメしまくってる具合ですかね。お、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうも。こんにちは。こんにちは。お願いします。今宵は2つのタイトルをプレイします。グランブルーファンタジーの人気キャラクターたちによる対戦格闘ゲームグランブルーファンタジー VS、 そして昨年11年ぶりの新作としてリリースされ話題となったサムライスピリッツ。今夜のお客様はそんな2つのタイトルで大活躍しているお二人。1人目は長きにわたりトップレベルで活躍を続けるスコア選手。豪快な攻撃を持ち味とし見せるプレーが魅力のベテランプレイヤーです。もう一人は堅牢なガードと立ち回りに定評があるガメラ選手。複数のタイトルで数々の大会を制覇してきた実力者です。2人といえばそのグランブルーファンタジー VS でこう戦っていたりとか、サムライスピリッツでもエボジャパンで戦ってるっていうシーンを見たんですけども、いつ知り合いに。初めてはサムライスピリッツで、僕が結構強い対戦相手を求めてる時にオンラインで強いやついるよっていうので対戦を申し込んで、そこが初めてのコンタクトになります。前ここにも多分出たことのあるラギ屋さん、はい、あれからの紹介でまあ暇だしいいかって覇王丸を向こうが使ってたんですけど、正直そんなに強い人っていうのがいなかったんで個人的には評価してなかったんですけど、ちゃんとこのキャラ使えると強いんだなっていうのが、その対戦で分かって、結構勉強になって。いや、僕も同じ感想ですね。その式で強い人って出会ったことがなくて、むしろ強い人と対戦して負けながら覚えようぐらいの感覚やったんで、かなり衝撃を受けていい経験させてもらった感じですねその第一印象的にはどんな印象でした？結構孤独な感じの一匹狼やなっていうふうには思ったんですけども、話してるうちにあれこの人なんかやたら可愛いなみたいなボソボソっと結構面白いこと言うんですよねみんなの前に出るっていう時に裏の方でこうリップ塗ってたりとかあれイメージと違うなみたいな逆にそのガメラさんから見たそのスコアさんの第一印象っていうのは。元気なおじさんがいるな元気なおじさん間違ってはいないですここ最近はそのやはり外出自粛期間というところもありまして、これまでだったらこう大会にこう出ていってっていうこう活動をお二人ともされてたと思うんですけど、特にスコアさんはすごい配信で、やっぱこのお二人がですね50試合選手という謎の超長期戦をやっていたので、もう試合も本当にギリギリでしたよね。最初のはそうですね、50対48ぐらいの感じで、なんでそんなにたくさんやろうと思ったんですか対戦してて楽しいっていうのが一番あります。その相手が強いんで、いい勝負とかできる相手だとやっぱり集中して楽しくできるので、あと練習も兼ねて強くなりたいって思いもあってのが50ってなってますね。ありますっていうか、以前にその6時間ぐらい。マックス100まではあります。すごい、全然序の口だったんですねそんなお二人も出場したグランブルーファンタジー VS 初の公式大会レイジーグランブルーファンタジー VS2020 サマー。多くの有名プロゲーマーも含む1024名が出場。スコア選手は33位タイ、ガメラ選手は準優勝という結果を残しました。そして見事頂点に輝いたのはモッチー選手でした。お二人ともこう出場されたわけですけれども、状況的にその大会も完全にオンラインでっていう形に変わりましたもんね。そうですね、僕そのルーザーズでだいたい10時間ぐらい大会に出てたんですけど、僕ずっと配信しながら出てたんですよ。なるほど。コメントとか会話しながらなんで10時間結構楽しみながらあっという間でしたね。そして一方ガメラさんはなんと1回戦で敗れてルーザーズに落ちてしまったと。しかしそこから怒涛の連勝で
なんと準優勝まで駆け抜けたと。初戦にこう敗れた時どういうふうに感じました？もうその時の実力はもう完全に相手が上だったんですぐに諦めて次の日に備えてました。まあ、決勝戦でモッチー選手に敗れてしまって準優勝という形ではあったんですけど、自信っていかがでしたか？まあ多分優勝するだろうぐらい。これだよ、ねこれ。まあ負けましたけど、いやでも決勝戦もすごい試合でしたよね。 2位で負けようが最初で負けようがそこは多分あんまり変わらないですね。なるほど、優勝じゃなきゃ意味がないみたいな。意味ないですねあとはいえこのレイジは賞金がありましたよね。大会後に、まあ、仲のいい方々に寿司をおごったという情報も入っているんですけども、あの時いたのが、レンさんと KOG さん、はいどちらもあとバギーさん、はい3位のバギーさんがいたんですけど、はい3位決定戦の時にまあ当たったんですけど、あそうですね、まあけなすようなまあ勝って当然だみたいなことを言っちゃったんで、はい、まあ、そこの謝罪も兼ねて罪悪感があったんですね。他の2人はおまけです。いたからもういたから一緒におごってあげるよみたいなそんなねお二人の面白い話聞いてたらちょっと私、お二人の戦い見たくなってきました。グランブルーファンタジー VS マスターありますか？グランブルーファンタジー VS あるんです。あるんですか？やりましょう。それでは早速グランブルーファンタジー VS の試合をですね、このスコアさんとガメラさんに見せていただこうと、はい思います。そうですね、レイジの準優勝者ということで、まあ、胸を借りるつもりで挑ませてもらいたいと思います。はい、最近はまあ50先とか30先とかで負けてるんで、まあ、今日は勝ちたいと思います。スコア選手 VS ガメラ選手、まずは50先でも戦い続けたグランブルーファンタジー VS で対戦。まあその接近戦型のキャラクターですね、ただ飛び道具を持っているというところから、まあ、いろんなところから攻め込んでいける。これですね、ボーゲンストロームから後ろに回るイルベルウィント、接近戦一旦距離を取るのはガメラの方です。ここに対して近寄っていこうとするのがスコアという構図になるでしょう。レギンレイブを繰り返して中間距離でフェンスを振っていきますガメラ。しかしここでサザンクロス一気にガメ出しだ。スコアのチャンスか。ここから出してくる投げを見てから抜けているのか。2回投げを抜けました。ガメ端の攻め、プレッシャーをかけていくのはスコア。ここはレギンレイブプラスを使うことで若干なうまい配球、しっかり上からの攻めに対してライジングソードで返していきます。逆のガメ足に到達。お互い体力はあんまり減っていないんですが、残り時間も刻一刻と減ってきています。そしてお互いに奥義ゲージですね、体力の下にある黄色いゲージ、これを使うことで火力を伸ばすことができる奥義を使えるが、なんと飛び道具を見てからしっかりとライブブレードで返してきました。サザンクロスで攻め込んでいくのはスコアですが、そこにしっかりと差し返す形、しゃがみ中攻撃からのウォーファルブレード、ここで三角飛びに入れ替えるがレギリブ押し返していくガメラ、足払い下段からプレッシャーをかける、上から飛び込んでくるスコア、時間が減ってきているんです。投げ、さあここからスコアの逆転あるのか。ノーなんと三角飛びしっかりガードして上から攻め下段、これは飛んでしまった。リレードインパルスプラスから開放芸、シェーラー・ウィンター・フューゲルで倒しきれるか。いや残ったか、時間がもうないんです。3秒、おおボーバル出し切り、残ってしまった。残り0秒というところでムテカがトゥルブレンツで逃げたのはスコア見事。2ラウンド目です。どちら勝ってもおかしくない1ラウンド目でした。やっぱこのランスロットは相手に画面足に追い詰められてもかなり簡単に脱出できるんですね。それでむしろ自分のチャンスに変えていったおしがみ中攻撃のカウンターからオーバルブレード、さらにプラスしっかり使って大きなダメージ、今回は一気にガメラが有利になったと思いきや、ここからスコアの攻め、そして画面足の位置を入れ替える見事な動きだが、ここでレイジでもあまたのプレーヤーを葬ってきたこの中距離からのですねボーバルブレード突進技、これが本当にうまいんですね。ガメラ取り返す。繰り返しましたね。
単純に非常に攻めが強力なゲームなのでダメージにいる時間が長い方が、負けやすい、ですがこのランス取ったこのガメラスから脱出できるしやすいキャラクター。しかしガメラスの攻めが決まっていきます。ガメラがリード、スコアの体力を4割奪って、しかも投げ抜きをさせる動き。しかしここはちょっと技をもう出した後プラスを出してしまうと技が使えなくなります。ここでリターンが伸びなかった。ここで奥義を使っていく。レギンレイブ極大きなダメージ、さらに攻めが続くぞ。スコア絶対絶命。どうするか。うまい、なんとここの飛び道具を見ていた。無理方で返してあとは少し削るだけというところ。スコアは逆転の出し切りに対してしっかりと反撃。グランブルーファンタジー VS 勝者ガメラ。ようやく1勝2敗なんで、次の大会かなんかあったら、そこでも勝って、いずれはねちゃんと勝ち越したいと思います。ありがとうございます。そして惜しくも敗れてしまったスコア選手いかがでしたか。綺麗に負けたので、一応今まで勝ってると言っても最後に負けたのが、直近が大事ですそうですねなので次はチャレンジャーの気持ちでリベンジさせてもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてのタイトルはスコア選手とガメラ選手が出会うきっかけになったサムライスピリッツ。エボジャパン2020の舞台で2人の直接対決が実現。敗れたスコア選手は3位、決勝に勝ち進んだガメラ選手は見事優勝に輝きました。最後はしゃがみ台、優勝はガメラ。おめでとうございます。2020サムライスピリッツチャンピオン。僕、ガメラさんと当たるのが最終日だったんですけど、最終日の前にちょっとガメラさんと話してて、僕正直その覇王丸がメインなんですけど、その日のために温めていた静丸とキャラを悩んでいたんですよね。なるほど。で悩んでいてガメラさんはそれを察していて、明日はメインの覇王丸とやって勝ちたいってキャラ悩んでるところで言ってくれて、これ男やったら逃げられへんなってなって、もう最終日はそっちの覇王丸の方で全力を出してガメラさんと真っ向勝負して散りましたその前の大会で、負けてたのが覇王丸だったし、そっちに勝たないとリベンジはできてないから、そこを勝ってちゃんと優勝したいっていうのがあったんで、そこだけは言っとかないといけないなと思って。単純にその強いってことを追い求めてる姿勢から出てる言葉なのが伝わってくるのが結構すごいですよね。そうですね。スコアさんにとってガメラさんのここすごいストイックだなって思うところってあります？とりあえず表では負けても悔しそうにするんですけど、できるだけ隠そうとかで、例えば大会とかを優勝した後すぐにまた練習をするとか、もうずっと貪欲なんですよ。僕なんか優勝なんかしたらちょっとその日は休憩しようみたいになるんですけど、さらに先を見据えてるのがかっこいいなみたいな感じに思います。逆にそのガメラさんにとってそのスコアさんのここめっちゃ尊敬するなみたいなところってあります？他の人へのなんていうか、ゲームをこう盛り上げようとかそういうところ、自分は正直、自分ができれば何でもいいやぐらいに思ってるんで、動きとか、プレースタイルそれが逆の方向に行ってるんで、ガメラさん守りでスコアさん攻めるっていうことですかね。使える考え方もあるなっていうのが。お二人の話聞いてたらまたもうサムライスピリッツ見たくなりました。俺も見たいよやりましょう。続いてはサムライスピリッツでの対戦です。お互いを知り尽くした2人、どんな戦いになるのか。ちょっとグラブルやってからだと結構ゲーム性が似てるんで、ちょっと頭の中でごっちゃにならないように気をつけて頑張っていきたいと思います。エボジャパンで負けてるので、今日頑張ってリベンジできたらなと思います。頑張ります。
ハオマルはこのサムライスピリッツシリーズの主人公というかずっといるキャラクター、非常にスタンダードな、その刀による大きい一撃を得意とするキャラクター。対してこの四季は、見た目から分かる通りかなり身軽な、素早い動きが得意なキャラクターですね。このように中間距離の差し合い、空中から攻め込んでくるのはこれガードして、おっと刀で返す。若干体力はガメラの四季がリードしています。そしてこのサムライスピリッツは技を食らったりしていくと、この怒りゲージですね、画面の下の怒り、これがマックスになると怒り状態になり、攻撃力がアップしたり、その時に使える武器飛ばし技っていうのが、いわゆる超必殺技ですね、これを使えるようになるようになっています。時間がもう気づいたら20秒25秒というところまで来た。本当ですね。うまい。しっかりと対空ジャンプしてきたスコアのハオマル迎撃した。ここで怒り状態になったのはスコアだが、崩して武器飛ばし、大きなダメージ、そして武器を吹き飛ばすことができます。上になった四季、これは相手のボスがすると削られてしまうんです。どうする、取れるか。おっとうまい。なんとか武器を取って体力差ほとんど5分です。残り時間も1桁台。どうする、こういう結末を迎えるのか、この一覧の目。飛び道具旋風列弾を打ちながら牽制、時間を稼いでいくのはスコア。残り時間は2秒だ。どうなる、空振りしているところに返したのはスコアのハオマル。ドキドキする。ギリギリでしたが、スコアがタイムアップでラウンドを獲得。金線中切りを返していく、大きなダメージだ。そしてガードを崩して攻撃3でダメージを取っていきます。スコアさらに画面足、スコア大幅に優勢。ガメラは怒り状態ですが体力差はかなりついている。上からジャンプ攻撃、ガメラはどのように逆転していくか。ここは対空しっかりと迎撃していきます。しかしここで怒り状態終わってしまいました。さらに崩してきました。ここで怒り爆発、これ怒りゲージと失うんですけれども、強力な一戦という技が使うことができるような状況になった。武器飛ばし、怒りゲージが消失しますが体力差逆転することに成功しましたガメラ。そしてスコアの武器をこう下に落ちているところ、この武器を餌にしてさまざまな攻めをしていく。ここは不意打ち中段攻撃ですね。しゃがみガードのできない技で崩した。ただここで最終戦最終ラウンドなんですが、ガメラにはもう怒りゲージがないんです。スコアは怒りゲージがある。空中なんとかジャンプで逃げた。上からめくって位置を入れ替えたのはガメラ。しかしスコアが前に出てプレッシャーかけてきます。スコアには怒り爆発ということを使う状況があればガメラにはできないことができる。崩して攻撃さん大きなダメージ。ガメラ苦しい状況です。スコアどうする、決めに行くか、それともじっくり不意打ち体力を崩していきます。ガメラどうやって逆転する。残り時間は30秒を切ろうというところ。じっくりと動いていくガメラに対してプレッシャーをかける。うわー、ここでガードからのすごい崩してフィニッシュ。勝者スコア。そうですね、一旦、エボジャパンのリベンジを果たせたということで、また次当たる時リベンジ待ってますはい、まあ今回は負けました。次はちゃんとまたリベンジできたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ストリートファイターシリーズの年間王者を決める世界大会カプコンカップ。その出場をかけたオンライン予選アジア東大会が開催されました。カプコンプロツアーオンライン2020は新型コロナウイルスの影響により全ての予選がオンライン大会に変更。決勝大会となるカプコンカップに出場できるのは全18回のオンライン予選優勝者、カプコンカップ前年度優勝者、人気投票により選ばれた1名の合計20名、
日本の選手が参加できる地域予選は7月と10月に開催予定のアジア東大会2大会のみ。その優勝者だけがカプコンカップ2020に出場できます。予選には300人以上が参加。そして激戦を勝ち抜いた8人がこちら。トップ8ウィナーズサイドの初戦は幾度となく名勝負を繰り広げてきた2人の対決に、時戸選手と梅原選手の一戦。まただこれ、この状況何度も見てきたぞ。何度も見たぞこれ。何回やるんだ。この勝負は梅原選手が勝利します。かっこよすぎる。緊張感があふれる中、どの試合でもハイレベルな攻防が繰り広げられます。前強肩として投げ早投げかけます。カウンター確認から石痛すぎる。始まるぞ。この日快進撃を見せたのがフード選手。トップ8まで温存していたポイズンを使いライバル選手を撃破していきます。グランドファイナルは日本人同士、そして同じチーム同士の戦いに。ウィナーズの梅原選手にルーザーズのフード選手が挑みます。一つ一つの攻防に息が詰まるような展開。そしてフード選手がリセットに王手をかけます。ソニック打つ。止める。強バンド前でソニックってここまで無敗の梅原選手を相手にリセット。迎えた最終戦も2対2のフルセットまでもつれ込みます。玉打ちの時間だ。大足体育大足2打目が出る。ソニック急にバックナックル。さあどうする。フード体力差が大きく開いている。シャーメ強馬からそして距離を詰めたい。ここでソニックハリケーン対空。梅原選手にとっては久々となる優勝。惜しくも敗れたフード選手も見事な戦いぶりでした。世界中のトッププレイヤーたちが頂上を目指す戦い。今後の予選にも注目です。今週も閉店のお時間となりました。いつかちゃんどうでしたか今日。お二人の2度目の来店なんですけども、新たな一面が見れて、あとエボジャパンのそんな背景があったんだとか、いろいろ面白い話が聞けて楽しかったです。ありがとうございました。楽しませていただいたのと、こうやってガメラさんと対戦させてもらう機会をいただけてとてもありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてガンメラさん、前回は、こういう風にテレビに出ることは全く想定してなかったという非常に良いコメントをいただいたんですけど、今回どうでしたか。2回目があるとも思ってなかったんですけど、今回はスコアさんと直接会って対戦できる機会があって、すごく楽しかったです。ということで、今宵のゲストは、ガンメラ選手とスコア選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週はアバオ選手、ラギア選手がご来店。2つのタイトルで対戦、お楽しみに。